flavors 我慢しないで If it dying sweet na haters 隙間風の whisper That's why you're here 見つけたよ心が安らぐ My home My love Inter FM 897 Yuta at home みんなおかえり。インターフェム 897NCT127 ユータのユータアットホーム。毎週金曜日の夜11時、僕ユータが DJ を担当します。2月までの3ヶ月限定ですが、金曜の夜をトークと音楽でスペシャルに演出していきます。タイトルがユータアットホームなので、僕のお家、僕のお部屋に一緒にいるような、そんな感覚に皆さんと一緒に過ごせたらなと思います。なんかみんなおかえりって最近言ってなかったからすごいいい感じですね。なんか昔は僕おかえりをすごいただいまって言ってたんだよね。ただいまって言っていつもお母さんにおかえりだよって言われてたのを不意にふっと思い出しました。それとですね、この前僕が姿勢矯正の話してたじゃないですか。その姿勢矯正を結構続けてるんですけど、変わったことがね3つぐらいありました。一つは姿勢が良くなると一日の元気が有り余るっていうことと、2つ目は顔のむくみが取れやすくなる。で3つ目が活発的になるっていうことなんですよ。っていうことは姿勢はやっぱり正さないとダメだなって思いましたね。だから顔がむくみやすいなっていう方は姿勢をねぜひ正してほしいなと思います。僕にどんどん皆さんの声を届けてください。番組ハッシュタグはハッシュタグユータ897、メールはユータ897 @interfm.jp ユータ897 @interfm.jp です。それではまず1曲目をお届けします。 NCT127 でキッチンビート。Yuta at home インターフェム897からお送りしている NCT127 ユータのユータアットホーム。 DJ は NCT127 のユータです。お送りしたのは NCT127 でキッチンビートでした。さて今週はユータのニュースコーナーということで、音楽だったりエンタメ、アニメ、漫画、アプリから都市伝説まで巷を賑わせているニュースを僕ユータがぶった切ります。一つ目のニュースを紹介したいと思います。任天堂のゲームの世界を圧倒的なクオリティとスケールで再現。ユニバーサル・スタジオ・ジャパンにゲームの世界を等身大で体験できる世界初のスーパー・ニンテンドー・ワールドが来年春登場予定。これに先駆けてマリオカフェ&ストアがすでにオープンしているということです。わー、すごいですね。これは僕中学校の頃はもう友達にユニバのユータって言われるぐらいユニバにすごい行ってたんですよ。僕が、覚えてるのはハリーポッターが初めて、出た時に、友達と行った時の記憶が、まだ鮮明に覚えてるんですけど、ついにスーパーニンテンドーワールドが来年春登場予定らしいですね。マリオもすごい好きなので皆さんもねぜひユニバーサルに行った時にこれこうだったよ、あのカフェマリオのカフェすごかったよなどね、なんかいろいろ思うことがあったら僕ユータに教えてほしいなと思いますね。行ってみたいですね。これはすごい。じゃあ次のニュースに行ってみようかなと思います。2020年流行った TikTok のハッシュタグということで、ハッシュタグ時を戻そう、ハッシュタグ香水、ハッシュタグヤリラフィー、ハッシュタグピエンガオカドスコイノスケ、すごいですね。ハッシュタグシカカタンなどなど、リスナーの皆さんもこれ知ってますか？使いますかね？その他ちなみに長州力さんのキラーフレーズ飛ぶぞがギャル雑誌の流行語大賞6位に選ばれていたということです。この中でちなみに僕が知っているのは香水は僕も聞いたことあるんですけど、ファンのみんながよくシカカタン、例えばユータシカカタンとかねよく言ってくださいますよね。あとね僕ちなみにここで知ってるのは長州力さんの飛ぶぞ
しか分かんなかったですね。よく千鳥さんが好きで、千鳥さんの番組をよく見てるんですけど、その番組に長州力さんが出てて飛ぶぞっていうフレーズがすごい印象に残ったんですけど、やっぱり流行語大賞6位に選ばれてましたね。あとはね、ピエンも分かるんだけど、ピエンが丘どすこいのすけが分かんないんだよね。あとさっきちらっと聞いた話によれば、ヤリラフィーはパリピの人が、ちょっとテンション高い人が使う言葉らしいですね。だからうちのメンバーで言えばヘちゃんとかによく合うんじゃないかな。じゃあ今度ヘちゃんにちょっと使ってみようかな。それではここで僕ら NCT127 の、ナンバーをお届けしようと思います。2曲紹介しようと思うんですけど、1曲目は NCT127 Lips という曲で、もう一つは NCT127 のパンドラスパックスという曲を聴いてください。 At home. インターフェム897からお送りしている NCT127 ゆうたのゆうたアットホーム。 DJ は NCT127 のゆうたです。お送りしたのは NCT127 の Lips パンドラスパックスでした。続いてのニュースはこちら。サッカーのプレミアリーグで試合中の選手がトイレに駆け込みいなくなるという珍しい出来事がありました。数分間1人足りない状態で何とかしのぎ事なきを得ましたが、さらにその選手は試合に戻った後にゴールを決めチームの勝利に貢献、マン・オブ・ザ・マッチに選ばれました。その彼が試合後に本当のマン・オブ・ザ・マッチとコメントし、インスタグラムに上げたトイレの画像が話題となりました。わあこれすごいですよね。僕もサッカーやってたんですけど、試合中にトイレに行くことってなかなかないと思うんですよね。僕トイレに行くっていうのはなかったんですけど、僕試合中に動かなさすぎて仁王立ちの雄太って、監督とかメンバー、その当時のサッカーチームのメンバーに言われてたんですけど、この人すごいですよね。だってトイレに行って、それでトイレが終わってすぐに試合に戻って得点まで決めたってすごいですよね、この選手。その他に、たくさんのニュースがあるんですけど、これからまた時間があればどんどん、紹介していこうかなと思います。それでは、次の曲紹介していきたいと思います。この曲はですね、僕が韓国ですごい、辛かった時期だったり大変な時期だったり、そういった時期にすごい僕の心の支えになったその曲を今回は皆さんと一緒に共有したいと思います。清木場俊介で今。 Inter FM 897. Utah at home. インターフェム897からお送りしている NCT127 ゆうたのゆうたアットホーム。 DJ は NCT127 のゆうたです。お送りしたのは清木場俊介で今でした。そしてですね、メールが届いているということで一つ読んでみようかなと思います。桃江さんから、コメントが届いています。ゆうたくんこんばんは。冠番組おめでとうございます。ゆうたくんに一つ質問があります。ゆうたくんにとって NCT127 のメンバーはどんな存在ですか？読んでくれると嬉しいです。ゆうたくんファイティンファイティンということなんですけど、 NCT127 のメンバーがどんな存在か、これは本当にホームですよね。もうこのラジオの名前と一緒で家族みたいな存在で、家族よりも近いかもしれないですね。今は家族よりも近い存在で、まずリーダーのテオンはすごいカリスマ性があって、舞台とかステージをする上ですごい欠かせないメンバーで、なんかわからないこととかその頼りたい時がある時に聞いたり、すごい頼れるリーダーだなと思っています。そして僕と同い年のメンバー、ジャニーなんですけど、ジャニーは実はアメリカ出身で、そうアメリカ出身なんで、すごいムードメーカーで面白いことを言ってくれたり、なんかそう自分がわざとつまらないことをしてチームのメンバーの雰囲気を上げてくれる、本当にジャニーがいないと成り立たないと思ってるくらいすごいムードメーカーでチームの支えになってるメンバーです。そしてテイリオンですね。テイリオンは一番の僕たちの、お兄ちゃんなんですけど、お兄ちゃんはテイリオンは、普段はあんまりこう何も言わなくてドスンと構えてるんですけど、いざという時にいつも率先してチームのことをやってくれるし、
僕テイリヒョンの自由気ままな存在がすごい羨ましいなって思う時ありますね。ジェヒョンは、僕の1個下なんですけど、ジェヒョンはすごい気が合うなと思ってますし、弟としてもすごい僕のことを支えてくれるメンバーだなと思っています。次は誰だ？マークですね。マークは、すごい愛おしい弟ですね。全員可愛くて愛おしいんですけど、その中でもマークは僕がすごい好きな弟の一人で、マークといれば僕のストレスが軽くなるというか、マークと一緒にいればすごい楽しいなって思える、そんな弟ですね。次ジョンは俺のことをすごい好きな弟だなって自負しています。ジョンは僕がいないと生きていけないんじゃないかなっていう時がたまにあって、すごいそれぐらい僕に依存してますね。でもすごい僕のことを心配してくれて、ご飯食べたのとかどこいるのとかを随時連絡してくれるメンバーでもありますね。次はヘちゃんか。ヘちゃんは僕たちのチームの中で一番の末っ子なんですけど、すごい元気があって活発で、ちょっと生意気なんですけど、その生意気なところも可愛いって思えるぐらい愛おしい弟ですね。はい、そんな感じですかね。全員いましたよね。僕9人いるんで、テイリヒョン、テヨン、ジャニー、ジョン、ヘちゃん、マーク、ジェヒョン。ドヨン、ごめんドヨンそうだ、最後はドヨンなんだよね。ドヨンはすごい大人で、チームのことを誰よりも後ろからカバーしてくれる人、いわば裏のボスみたいな感じかな。リーダーはテヨンがやってくれてるんだけど、そのサポートだったりチームの方向性をこうちゃんと考えて行動してるメンバーがテヨンだと思ってるし、テヨンはすごい口うるさいところもあるんだけど、すごい情に熱くて、なんか僕お母さんみたいな存在だなって個人的に思ってます。はい、そんな感じですかね。メンバーも僕のことをそういう風に思ってくれたら嬉しいなと思いますし、何この感じ、どうですか？大丈夫ですか？では、恥ずかしいのでここで、次の曲に行こうかなと思います。 NCT127 の「ドリーミング」という曲と「100」という曲を紹介したいと思います。どうぞ。インター FM897 からお送りしている NCT127 ゆうたのゆうたアットホーム、 DJ は NCT127 のゆうたです。お送りしたのは NCT127 のドリーミング100でした。さっきはメンバーの一人一人のいいところを言っていたんですけど、次はですね、僕だけがこっそり教えるメンバー情報ということで、メンバーが最近何をしているのかっていうのを僕がこのラジオでこっそり皆さんに教えたいなと思います。最近はですね、僕が知っている限りではジャニーが髪の毛をこうねつけたんですよ、エクステみたいな感じで。で3ヶ月くらいはずっとその髪の毛を維持しないといけないということで、櫛を買い始めましたね。ジャニーが櫛を買ってこう髪の毛を解くんですけど、それがすっごい面白いんですよね。トリートメントしてみちゃったりとか、普通しないじゃないですか、しないんですけど、なんかね後ろ姿がそれをトリートメントをつけて櫛を解いてるその後ろ姿のジャニーがすごい色っぽく見えますね。大丈夫かな、怒られへんかなこれ。あとはそうですね、テイリヒョンはこれ大丈夫だよね、これ怒られないね。大丈夫か。テイリヒョンは大事なスケジュールがある時、絶対に朝早くても、例えば朝4時起きだったとしても3時半には起きて運動をするんですよ。そう、10キロのダンベルとかを持って、でそれをメンバーはテイルズバタフライって呼ぶんですけど、その運動の方法ががっちりやるんじゃなくて、なんか助走をつけて持ち上げるんですよ。だからメンバーはこの運動の方法って聞いてるのっ
ってよく言うんですけど、テイリホンはこれをしないとその大事なスケジュールに備えることができないってよく言ってますね。とりあえず今日はこのぐらいにしようかなと思います。次の曲はですね、NCT の From Home という曲なんですけど、この曲はですね NCT だからこそできる、多国籍だからこそできる、そんな一曲になっていると思います。僕もこの From Home という曲で日本語で、歌ってるんですけど、日本語だったり中国だったり、もちろん韓国語、英語、たくさんの言語が入っているので、皆さんそこにも注目しながら聴いてほしいなと思います。それでは聴いてください。 NCT From Home。 インター FM897 からお送りしている NCT127 ゆうたのゆうたアットホーム、 DJ は NCT127 のゆうたです。お送りしたのは NCT で From Home でした。次はですね、定番の Utah's Power Play ということで、毎週テーマに沿った僕のオリジナルチャートトップ3を、皆さんに発表しようかなと思います。今週のテーマはですね、今週のテーマもただ単に僕がすごい聴いてる曲を3つ皆さんに紹介しようかなと思います。じゃあトップ3から発表しようと思います。トップ3は、MIYAＶIでバンという曲です。MIYAVIさんがすごい好きで、MIYAVIさんのスタイルだったり、MIYAVIさんの生き様だったりが好きでよく聴いてたんですけど、この曲は最近発売されたアルバムの中の曲の一つで、なんかテンション上げたいなとか、なんか今日は力が入らないなっていう時に車の中で聴いたりして、ちょっと自分のモチベーションを上げる、そんな一曲ですね。ナンバー2は、ラッドウィンプスのパパラッチという曲です。この曲は、僕の友達から最近教えてもらった曲で、知らなかったんですけど、ミュージックビデオとその歌を一緒に聴いて久しぶりに、衝撃を受けました。衝撃を受けた曲で、この曲をミュージックビデオと一緒に見たらちょっとバットに入っちゃう人もいると思うんです。それぐらい重くて深くて、なのでこの曲は皆さんに一回聴いてほしいなと思います。そしてですね、ナンバー1は手島葵さんの明日への手紙です。この曲はですね、僕が好きだったドラマのエンディングで、使われていて、そこから、寝る前だったり、ちょっとスケジュールが終わってリラックスしたいなっていう時に聴いたりしている曲で、このラジオの時間帯ともすごく合う曲だなと思って今回、おすすめに入れさせてもらいました。皆さんもなんか寝る前だったり、ちょっとリラックスしたいなっていう時があれば聴いてほしい一曲になっています。ということで、この3曲の中から2曲をお届けしようと思います。1曲目はMIYAVIでバン、そして手島葵で明日への手紙。 Inter FM 897 Utah at Home。 お送りしたのはMIYAVIでバン、手島葵で明日への手紙でした。インター FM897 からお送りしている NCT127 ゆうたのゆうたアットホーム、 DJ は NCT127 のゆうたです。今回もですね、たくさんのメッセージをいただいたので、ここで何個か紹介していこうかなと思います。リロさん、最近アニメを見ていますか？また人生のバイブルともいえるアニメがあったらぜひ教えてほしいですときましたね。最近一番ハマってたのが、Netflix オリジナルなんですけど、ガガステルというアニメをそのアニメにすごいハマりましたね。これ内容も言っちゃっていいのかな。あらすじは、その世界の人がその虫に変わってその虫と戦っていくっていう、アニメなんですけど、すごい奥が深くて、見ていくうちにどんどんハマっちゃって、2日で全部見たのかな。2日で全部見ました。それぐらい面白いアニメですね。あとは人生のバイブルともいえるアニメすっごいアニメたくさん見たからな、何があるだろうね。でも人生で一番感動したのはやっぱりすごい王道なんですけど、ナルトですかね。僕アニメの中でもちろんたくさんのアニメ見てるんですけど、やっぱり一番はナルトですかね。みゆさん、卵焼きは甘い派ですかしょっぱい派ですかといただきました。
僕の家は昔からしょっぱい派だったんですよ。でしょっぱい派しか食べてなかったから、なんかね、小学校だったかな、小学校の時に運動会ってあったじゃないですか。でその友達の卵焼きを食べた時に僕衝撃受けたんですよ。なんで甘いの、なんでっていう、それで初めて知ったんですね。家でしょっぱい卵焼きしか食べてなかったから、当たり前にその卵焼きはしょっぱい味しかないと思ってたんですけど、その運動会で初めて友達のを食べて、甘い派があるんだ、しょっぱい派があるんだっていうのを知ったね。で今は食べるものによっても変わりますね。例えばお寿司だったり、お寿司とかなんかちょっと醤油をつけて食べようかなっていう時は甘い卵焼きが好きですし、その卵焼きだけを食べたい、例えばご飯と卵焼きだけを食べたいっていう時はやっぱり昔から食べてるしょっぱい派が好きですね。みんなはどうなんでしょうね。みんなは甘い派ですか、しょっぱい派ですか。じゃあ白菜またたさんから、メッセージが届きました。ゆうたくん、冠番組おめでとう。バーン、めでたい。寒い季節、好きなホットドリンクは何ですか。最近のお買い物のヒットは何ですか。短い髪と長いのどちらが好きですか。サイクリングはしますか。初冠番組緊張しますか。すごい欲張りさんだね。すごい聞いてくるね。1個に、まずは寒い季節、好きなホットドリンクは何ですか。ホットドリンクは普段は僕ね、寒い季節でもホットドリンクは飲まない。あんまりアイスコーヒーとか冷たいものが好きだから、ホットは飲まないんだけど、でもホットドリンクを飲む時ってどういう時かっていうと、例えば喉の調子が悪い時、コンサート前でちょっと風邪気味だなっていう時は蜂蜜レモンのホットドリンクをよく愛用して飲んでますね。で最近のお買い物のヒットは何ですか。最近ね、すごい僕もショッピング好きですごいしてて、最近のお買い物のヒットは、昔はなんかこうちょっと派手な服装というか、前までっていうつい最近まではちょっと派手で、ちょっと第2ボタンも外してネックレスガラガラつけてちょっと派手なファッションが好きだったんですけど、なんか誕生日過ぎてからすごいこうちゃんと着たくなっちゃって、服を。例えば今髪型の質問も入ってるんだけど、長い髪が好きで、昔から長い髪が好きでずっと長い髪でいるんだろうなって思ってたんですけど、なんかここ最近このダンディーな男というか、すごいこうピシッと揃えたり、服装もね第2ボタンまで締めて、なんかすごい綺麗なジーパンだったり、綺麗めなファッションに目覚めつつありますね。これはあれかな、25歳になったからかなって自分で思ったりしてますね。サイクリングはですね、日本にいた時はよくしてたんですけど、韓国ってなかなか自転車で通勤したり自転車を乗るっていう文化があまりないみたいで、自転車に乗ってる人って本当に少ないんですよ。なので自然と僕もそのサイクリングをしなくなりましたね。日本にいる時はすっごいもうバリバリしてたんですよ。もう自転車の雄太って言われるぐらいもう自転車に乗れまして、もう細い道とか狭い道もすっごいスピードで駆け抜けれるぐらい、その自転車のコントロール技術がすごかったんですけど、最近はそうですね、あんまりしてないかな。でもしてみたいですね、サイクリングたまには。で初冠番組緊張しますか。声聞いてて伝わりませんか。すごい緊張してます。もともとね上がり症なんで、やっぱり一人で何かをするっていうことはすごい緊張しますね。でもちょっと慣れてきたらところどころ節々にちょっとボケたり突っ込んだりしていきます。はいということですね。ということで、じゃあ最後なんか読もうかな。さんから、最近 NCT を好きになったのですが、どの曲がおすすめですか。絶対聴くべきって曲を理由とともに教えてほしいです。すごいたくさんあるんですけど、僕のおすすめしたい曲は
NCT127 で言えば英雄キックイットですね。この曲はすごい中毒性があって、サビもで振り付けもすごい簡単にみんなができる曲ですし、何より僕たちが、リリースした曲の中でも一番手応えを感じていたし、一番活動に熱がこもってた一曲なので、キックイットはやっぱり新規のファンの皆さんにもミュージックビデオだったり、パフォーマンスと一緒に見てほしい一曲になってますね。ということで、その他にもたくさんの、メッセージが届いていたんですけど、今日はこのぐらいにして、また時間がある時に皆さんのメッセージを、読んでいきたいなと思います。番組ハッシュタグはハッシュタグゆうた897、メールはゆうた897@interfm.jp です。それでは、来週もインターフェム897でお会いしましょう。金曜日夜11時になったら僕の部屋にまた遊びに来てください。 DJ は NCT127 のゆうたでした。じゃあ皆さん、来週まで頑張っていってらっしゃい。バイバイ。